魅力って何でしょう。多くの男性が若さや外見だと思い込んでいます。でも実はそうじゃないんです。一般に私たちは年を重ねるごとに魅力が失われていくと考えがちです。でも私も含め多くの女性が内心惹かれる男性の特徴を調べてみると、驚くことにそれらのほとんどは若さではなく、むしろ年齢を重ねることで身についていくものなんです。あなたは今人生で最も魅力的になれる時期を生きているかもしれません。60代を迎えたあなた、こんな風に思ったことはありませんか？若い頃のように女性から注目されなくなった。年齢のせいで魅力が失われたと感じる。もう恋愛は若い人のものだと諦めている。特に今は一人暮らしの方、あるいは新しいパートナーを見つけたいと思っている方には、これから話す内容が大きな希望になるはずです。今回お伝えするコツは、整形手術も高級スポーツカーも必要ありません。容姿も経済力も関係ないんです。誰でも今日から始められる本当の魅力の磨き方です。私自身、実際に周りの女性たちと話していても、年上の男性に惹かれる理由って見た目やお金じゃないことが多いんです。むしろこれから紹介するような特徴に私たち女性は心惹かれるんです。60代になっても素敵な出会いや心躍る恋愛を諦める必要は全くありません。むしろ今が本当の魅力を発揮できる絶好のタイミングなんです。信じられないかもしれませんが、これからお伝えする7つの特徴を身につければ、年下の女性からもまた会いたい、もっと話したいと思ってもらえるようになります。それは若さではなく、年齢を重ねた男性だけが持つ特別な魅力があるからなんです。実は心理学の研究でも明らかになっていることですが、女性が男性に求める本質的な魅力の多くは若さではなく、むしろ年齢を重ねることで初めて手に入れられるものなんです。若い男性が体力や外見で勝負するなら、60代の男性には人生経験から生まれる深さという、若者には絶対に真似できない武器があるんです。今日は女性たちが密かに惹かれる60代男性の7つの魅力について、そしてそれを身につける具体的な方法をお伝えします。これから学ぶ内容は、年齢を重ねるほどに強くなる、あなただけの魅力を引き出すヒントです。1、聞く力を極める。60代のモテる男性の第一の特徴は、聞く力を極めているということです。若い男性によくある失敗は、自分の話で相手を圧倒しようとすること。私も経験があるんですが、一方的にたくさん話す男性って正直疲れちゃうんですよね。実は女性が本当に求めているのは、自分の話を心から聞いてくれる存在なんです。モテる60代男性は、相手の言葉を途中で遮ることなく、目を見てうなずきながら最後まで聞きます。彼らは単に黙って聞いているだけではなく、相手の言葉の奥にある感情や本当に言いたいことを察知します。意外なことに、心理学の研究では、会話の満足度を決める最大の要因は華麗な話術ではなく、聞いてもらえた感覚だと言われています。つまり、話し上手より聞き上手の方が人間関係では重要なんです。例えば、女性が仕事の愚痴を言っているとき、すぐに解決策を提示するのではなく、まずは、それは大変だったね、と共感すること。これって、実はすごく大切なことなんです。この聞く力は、60代だからこそ持てる大きな武器なんです。2、余裕ある対応の魅力。2つ目の特徴は、余裕ある対応です。モテない男性に共通しているのは、焦りや執着が見え隠れすることです。常識に反するようですが、若い男性が積極的にアプローチすればするほど女性は引いてしまう傾向があるのに対し、モテる60代男性はむしろ焦らず、相手のペースを尊重します。つまり、恋愛においては熱意の逆説が働きます。女性心理として、
ぐいぐい来られると逃げたくなるものです。しかし、適度な距離感を保ちながらも、相手に心地よい関心を示せる男性に、女性は安心感を覚えます。例えば、デートの約束をするとき、明日は無理ですか？ではなく、今度のお休みに、よかったらお茶でもどうですかと余裕を持った誘い方をします。この大人の余裕こそが、若い男性には真似できない60代の魅力なんです。3、大人の色気を漂わせる。3つ目の特徴は、大人の色気です。色気というと、若さや容姿、肉体的な魅力から来るものと思いがちです。でも、一般的な考えとは違って、この大人の色気は若さや肉体的な魅力とは全く別物なんです。むしろ、若い頃には絶対に持ち得なかった、年齢を重ねた方だけが放つことのできる特別な魅力です。実は私たち女性は、無意識のうちにこの大人の色気を感じ取っているんです。それは会話の中でも、仕草の中でも現れるものです。モテる60代男性は、所作や振る舞いの一つ一つに品格があります。例えば、ドアを開ける際の仕草、椅子の引き方、グラスの持ち方、話す時の声のトーンなど、特に物事を丁寧に扱う姿勢は、あなたも大切に扱いますというメッセージになります。これって女性にとってすごく魅力的なんです。ゆっくりと落ち着いた動作は、忙しさに追われる現代社会で独特の存在感を放ちます。色気のある男性は会話もゆったりとしていて、女性が話しやすい空気を作ります。さらに、大人の色気を持つ男性には適度な距離感があり、すべてを見せない奥深さがあります。これが女性の好奇心を刺激するんです。ただし、色気を出そうとして完全に無口になったり謎めいた態度を取り続けるのは逆効果です。自分のことを適度に話しながらも、すべてを語り尽くさない。この自己開示と秘密のバランスが絶妙な男性が最も魅力的に映ります。4、甘えさせ上手になる。4つ目の特徴は、甘えさせ上手であることです。驚くかもしれませんが、私たち女性の多くは強い男性よりも強さと優しさを併せ持つ男性に惹かれるんです。一見矛盾するこの2つの要素が同居していることが、実は最も魅力的だと感じるんです。実際、女友達との会話でも、頼りになるけど優しい人がいいという意見は多いです。モテる60代男性は、女性が安心して甘えられる環境を自然と作り出します。これは単に何でも言うことを聞くということではありません。女性の努力を素直に褒めたり、小さな変化に気づいてコメントしたり、疲れている時に気遣いの言葉をかけたりすること。特に、あなたの意見を聞かせて、と女性の知恵や感性を尊重する姿勢が、女性の心を開かせるんです。例えば、何か決断するとき、最終的にはあなたが決めるとしても、どう思う？と相談することで、女性は大切にされていると感じるんです。このような甘えさせ上手な男性に、女性は安心感と信頼感を抱くんです。5、知性と教養を磨く。5つ目の特徴は、知性と教養です。モテる60代男性は、幅広い話題に対応できる知識と教養を持っています。これは決して難しい専門用語を使うことではなく、相手に分かりやすく物事を説明できる能力です。不思議なことに、私たち女性が長期的なパートナーに求める特性について調査すると、外見や経済力よりも知性が上位に入るという結果が出ています。一般的な印象とは逆に、年齢を重ねるほど、この知性の魅力は増すんです。女性の友人たちと話していても、話していて飽きない。いろいろなことを知っている男性は、年齢に関係なく魅力的だと感じる人が多いです。ただし、知識を披露するのではなく、会話を豊かにするために使うことが重要です。世界の出来事や文化、芸術など、様々な話題について自分なりの見解を持っている男性は、会話が尽きず、
女性を飽きさせません。また、知的好奇心を持ち続け、新しいことを学ぼうとする姿勢そのものが魅力的です。日々本を読んだり、オンライン講座で学んだり、この YouTube のような動画から知識を得ようとする姿勢が、あなたの魅力を高めていきます。6、感情のコントロール力、60代だからこその強み。6つ目の特徴は、感情のコントロール力です。これこそが60代男性の最大の武器と言えるでしょう。科学的研究によると、脳の感情制御を担当する前頭前皮質は、年齢を重ねるほど発達するとされています。つまり、年を取るほど感情のコントロールが上手くなるという、驚くべき事実があるんです。思いがけないことに、年齢を重ねることで衰えると思われがちな能力のほとんどは確かに低下するものの、感情のコントロールだけは例外的に向上します。これこそが、60代男性だからこそ持てる最大の強みなんです。若さと引き換えに得た、この感情の賢さこそが、真の魅力の源泉なんです。モテる60代男性は、感情の起伏が激しくありません。ちょっとしたトラブルや意見の相違で感情的になったり、声を荒げたりしません。人は知らず知らずのうちに固定観念に縛られたり、自分と違う考えに対して反発したくなるものです。でも、精神的に成熟した男性は、自分の感情をコントロールし、状況を俯瞰して見ることができます。例えば、レストランで料理が遅れても怒らず、今日は混んでいるねと穏やかに対応できる。このような男性のそばにいると、女性はこの人となら人生の荒波も乗り越えられると感じるんです。7、自信と謙虚さのバランス。最後に7つ目の特徴は、自信と謙虚さのバランスです。一般的な考えとは反対に、モテる60代男性は年齢を重ねるほど自信を失うのではなく、むしろ適度な自信を身につけています。でも、興味深いことに、この自信は若い頃の傲慢さとは全く質が異なるものなんです。彼らは自分の価値を知っていると同時に、自分の限界も理解しています。自分の意見をしっかり持ちながらも、他者の意見に耳を傾け、時には自分の非を認めることができます。この謙虚さと自信のバランスが、周囲の人々、特に女性から信頼と尊敬を集めます。例えば、自分の得意分野では堂々と意見を述べながらも、わからないことはそれは知らなかった。教えてくれてありがとうと素直に認めること。この自然体の態度こそが、60代男性の最も魅力的な特徴なんです。いかがでしたか？60代男性がモテる7つの秘訣についてお話ししました。これらの特徴は、意識的に磨くことで、誰でも身につけることができるものです。聞く力を極める。余裕ある対応。大人の色気。甘えさせ上手。知性と教養。感情のコントロール力。自信と謙虚さのバランス。多くの人が考える常識とは違って、年齢を重ねることで失うものより得るものの方が実は多いんです。内面の豊かさは、見た目の若さをはるかに超える本当の魅力なんです。意外かもしれませんが、60代という年齢は、決して恋愛や人間関係の終わりの時期ではなく、むしろ本当の魅力が開花する時期なんです。これは人生における最大の逆説かもしれませんね。私自身、周りの女性たちと話していても、年齢よりもこういった内面の豊かさに惹かれる人が多いのを感じます。若さや外見だけが魅力ではありません。人生経験から得た知恵こそが、あなたの最大の武器になるんです。7つの魅力を身につけるための具体的行動プラン。聞く力を極めるために、今日から1週間、会話中は相手の話を最後まで遮らず聞く習慣をつける。週に1回、友人との会話で3分間、相手の話を聞くだけの練習をする。相手が話し終わった後、それでと相手の言葉を要約してから自分の意見を述べる。
余裕ある対応のために、急ぎの用事がないときは意識して歩くペースをゆっくりにする。日常の判断や返事を即答せず、少し考えさせてくださいと間を取る練習をする。朝10分早く起きて、その時間を余裕の時間として確保する。大人の色気を磨くために、毎日の身だしなみを見直し、清潔感と品格を意識する。動作をやや大きめにゆっくり行う意識を持つ。声のトーンを少し落として、ゆっくり話す練習をする。甘えさせ上手になるために、毎日、周囲の人を最低1回は具体的に褒める習慣をつける。どう思う？あなたの意見を聞かせてという言葉を意識的に使う。相手からの相談にはそれは大変だったねと共感の言葉から始める。知性と教養を高めるために、1日15分でも読書の習慣をつける。週に1つ、自分の専門外の新しいテーマについて調べる。この YouTube チャンネルのような教養コンテンツを定期的に視聴する。感情のコントロールを磨くために、イライラした時は、その場を離れて深呼吸を10回する習慣をつける。毎晩、今日感情的になった場面を振り返り、別の対応を考える。朝の5分間、静かに座って呼吸に集中する瞑想を取り入れる。自信と謙虚さのバランスのために、毎週末、自分が達成したことを3つ書き出す習慣をつける。同時に、新たに学んだことや気づきも3つ書き出す。ありがとうと知りませんでした。教えてくださいを躊躇なく言えるよう意識する。これらの行動プランを少しずつ日常に取り入れることで、60代ならではの魅力を最大限に引き出すことができると思います。この動画があなたの新たな人間関係の一助となれば嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録とコメントをお願いします。